です。今回はこちらの本、夜は短し歩け乙女という小説をイメージしたネイルをやっていこうと思います。これね、2冊同じ本なんですけど、こっちがハードカバーでこっちが文庫本になってます。もう何年前ですかね、中学3年生か高校1年生の時にこの本を読んですごく好きになって、京都をね舞台にした小説なんですけど、京都に行きたいなとその時に思って大学進学を目指して勉強をしてたんですけど、京都の大学にしようって決めたぐらい結構人生に深く関わってる好きな一冊なので、ちょっとこちらをイメージしたネイルを作ってみようと思いました。もともと文庫本を持ってたんですけど、実家に置いてきちゃってて、この今の東京の家にも本ないと思ってたんで、こちらを買ったんですよ。ハードカバーを。そしたらね、なんと本棚の奥の方から見つかりまして、同じ本が2冊ある状態でございます。ただ表紙がね、中村祐介さんの絵なんですけど違うので、両方を見ながらこちらの表紙のイメージとか小説の中のイメージとかをネイルのエッセンスに入れていこうかなと思います。では今回は長さ足をやっていくんですが、結構甘皮周りが伸びてきた感じがするので、こちらのケアからしっかりめにやっていこうと思います。毎度話してる気がするんですけど、私は週に1回ネイルを変える土地狂った人間なので、甘皮処理をやりすぎると良くないだろうっていうことで、普段はあんまりやりすぎないように心がけてるんですけど、今回は甘皮が生えてきたなっていう感じなんですよね。まず最初にこちらのキューティクルリムーバーを使って甘皮をふやかしていきます。これは有名なブルークロスっていうところのキューティクルリムーバーを詰め替えたものです。もちろんこの工程は飛ばしても大丈夫です。根元付近に塗布して1分ぐらい待とうと思います。時間が経ったのでキューティクルプッシャーを使って甘皮を押し上げていきます。押し上げが終わりました。このプッシャーは反対側がこのような何状っていうんですかね、フック状になってて、マーカーを取り除くことができるので使ってみます。実はこれは以前のネイルタウンの半額セールの時に購入したんですけど、このタイプのプッシャーは私は初めて使います。結構ね、こっちの先がめちゃくちゃ薄くって地爪を削ってないかちょっと心配になるレベルでした。この反対側のフック状のものもめちゃくちゃ薄いです。これあまり力かけると爪削れちゃうと思います。ちょっとやり方が合ってるか分かんないんですけど、なんかあんまり良くない気がするな。次はウェットティッシュでキューティクルリムーバーと残ってしまった甘皮を取っていきます。このように親指に巻きつけて根元をこすっていきます。次はキューティクルニッパーを使って残ってしまった甘皮やささくれを切っていきます。では一度手を水で洗ってこようと思います。手を洗ってきました。今回は長さ出しをするんですけど、それにしては少し爪が長すぎるので先に切っておこうと思います。新しくネイルニッパーを買ってみました。ネイリスト検定で使うかもしれないと思って購入したんですけど、今のところ使う機会がなさそうなので地爪に使っていこうと思います。めっちゃ爪が飛んでった。もちろん皆さんは爪切りでも大丈夫です。なんか最近ハイポニキウムがどんどん後退していってて、前まで結構長かったんですけど、なんかね、謎に短くなってるんですよ。
何なんだろう、頻繁にネイル変えるからかもしれないんですけど、私この1年ずっと週1ペースでネイル変えてて、なかなかこんなに短くなることはなかったんですよ。やっぱり爪が薄くなってるとハイポも短くなっちゃうんですかね。ある程度爪を短くすることができました。ここからはエメリーボードで削っていきます。エメリーボードで削ることができたので、スポンジファイルでバリを取っていきます。私いつもバリがめちゃくちゃ出ちゃって、結構ベースジェル塗ってる時にまだバリあるって気づくことがあるんですけど、これはファイルの当て方によってバリが出ないようにもできるんですかね。一人ケアが終わったので、再度ウェットティッシュで爪の表面を拭いてダストをオフしていきます。ではまず最初にベースジェルを塗っていきます。使うのはシャイニージェルミオのピールベース剥がせるベースジェルです。長さ出し用のチップを選んでいきます。使っているのはこちらのキャンドゥの薄型ネイルチップ、ポイントというものになります。なんか今のところ私にはこのネイルチップが一番合ってるかもしれないですね。100円ショップじゃないものとかもいろいろ使ってみたんですけど、これのすごいところは爪先と根元で厚みが違うんですけど、根元が本当に薄くなっててめちゃくちゃ埋め込みがしやすいんですよ。気をつけて埋め込めば多分削らなくていいぐらい。あと私の小指ってめちゃくちゃ小さくて横幅が合うものが基本的にないんですけど、このチップはね、なんと横幅が合うんですよ。ぴったりぐらいに。一番小さいサイズが17番かな、14番ですね。だから削らなくていいのがめっちゃ嬉しくて。ではまず右手から長さ出しをやっていきます。チップを用意できたのでこれを貼り付けていくんですが、今回はこちらのダイヤミの Feel So Good というベースジェルを使ってチップを貼っていきます。これは9点で買ったんですけど、少しお値段がして4000円ぐらいでした。このベースジェルはネイルチップをつける長さ出し用として特化して作られているものになっていて、こんな感じでブラシがめちゃくちゃ小さいんですよ。このブラシを使って履き圧をすごく強くかけて爪とかネイルチップにベースジェルをつけることによって分厚くつけすぎないようになってます。だからはみ出しもしないし、このベースジェルを塗った爪をチップでこんな感じでベースジェルを集めてつけることで、失敗しにくいっていうものになってるそうです。そして今回また新しいアイテムを使っていきます。この L 字型のプラスチックの板なんですけど、これは Amazon で購入しました。何かというと、この部分をこうするとこんな感じの形状になります。でこれどうするかというと、こうやって立てて使います。このリングになっている部分にいつも私が使っているスタンパーライトのライトの部分、スタンパーは今回ついてないです。こちらをはめ込んでいきます。こんな感じの顕微鏡みたいな形になりました。ちょっと画角が悪すぎて全然映ってないんですね。よいしょ、これで映るかな。こんな感じです。これを立てて置いて、ジェルを塗ってチップをこうやって置いて、ここで仮効果できるっていうものになってます。結構ね、他のメーカーとかいろんなところからスタンドとハンディライトがセットになったものが出てると思うんですけど、私はもともとハンディライトは持っていたのでスタンドだけを別に買いました。このスタンドは600円ぐらいでした。では早速長さ出ししていこうと思います。まずベースジェルをチップに薄く広げていきます。そしたらライトをつけて、ライトに当たらないところでチップを爪に乗せてギュッと押さえて空気を抜いていきます。ちょうどいい具合になったらこうやって仮効果します。
チップを爪につけることができました。根元もほぼ段差がないですし、ジェルもはみ出てこなかったので、この後のベースジェルで埋め込むのがすごく楽になりそうです。他の爪にも同じような要領で続けていきます。めっちゃ喋ったのにカメラがオフになってて撮れてませんでした。このスタンド型のライトで有名なのって多分00だと思うんですけど、あれはこの下の部分がタッチセンサーになってて、肌で触れてあげるとスイッチがオンオフできるよっていうものなんですけど、結構ねお値段がするんですよ。確か6000円ぐらいしてちょっと私はもうこのハンディライト持ってるし、これに6000円かと思ってスタンドだけで売ってないかなって探したら Amazon に600円であったので、センサーはないんですけどこれを使っているっていう感じです。なのでもしスタンド型の長さ出し用のライト欲しいなっていう方で、もうハンディタイプのライトは持ってるよっていう方がいらっしゃったら、スタンドだけも買えるのでぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。別にね、ここタッチセンサーだと便利は便利ですけど、この押すタイプでも問題ないかなと私は思いますね。結局ライトをつけてから下に当てるっていうことをやればいいだけなので、無理にねタッチセンサーがついてなくても全然使えるなと思います。ハンディライトも欲しいし、どうせならセンサーがいいなっていう方はそちらを購入していただければと思うんですけど、光効果ができたので全体をしっかりと硬化していきます。1分ほど硬化することができました。では反対側の手もやっていきます。はい、こちらで10本とも長さ出しをして、しっかりと硬化することができました。ではジェルを塗っていく前に少しチップにバリがあるので削っていきます。バリを削って出たダストをしっかりと拭いておきます。次はチップの表面にベースジェルを塗って表面をつるんと整えていきます。使うのはグレースジェルのベースジェルです。ライナーブラシも用意しておきます。少したっぷりめに爪の表面にのせます。ボトルのハケを使って全体に広げて、ライナーブラシを使ってキューティクル周りに広げていきます。微妙にやっぱり段差はあるので、ここを埋めつつ皮膚に流れないように注意して塗っていきます。このベースジェルはめちゃくちゃセルフレベリングしてくれるので、しばらく待ってると表面がつるっとしてきます。ジェルが流れないように1本ずつ仮硬化していきましょう。表面のジェルをライナーブラシで取って根元の方に誘導していきます。そしてチップとの段差を埋めるように筆を動かしていきます。では次はいよいよアートに入っていこうと思うんですが、まだね具体的にどんなアートにするかが全然決められてなくって、実はベースカラーもまだ決めてないんですよ。いくつか使うジェルを用意してみたので、ちょっとパレットに色を出して比較していこうと思います。ネイルバヨっていう韓国のブランドのジェルなんですけど、私はこちらを9点の目変わりの時に購入しました。前回ぐらいの目変わりの時にヌーディースキンとヌーディーベージュっていうのを買っていて、今
回このヌーディーローズっていうカラーを新しく買いました。このジェルね、パッケージがめちゃくちゃ可愛いんですよ。リボンついてるし、なんか可愛いロゴ入ってるし、しかもビーガン処方で、ヘマかヒーマかわかんないけど、フリーっていう処方になってます。ちょっとね、このカラーは今回のイメージには若干濃いかもしれないんですけど、こんな感じのシロップカラーですね。めちゃくちゃ可愛い。結構トロッとしたテクスチャーのジェルみたいです。ヌーディースキンとヌーディーベージュもパレットに出してみます。結構ね、このネイルバイオはスキンカラーが多くって、こういう感じのハーフクリアなスキンカラーが得意みたいです。めっちゃ可愛いですよね。これもミルキーな白というか、これとこれは特に地爪みたいなカラーで長さ出しをして塗ると指が長くなったように見えます。この3本と、あと今回のメガ割りでもう一つジェルを買っていて、バイミューズっていう韓国のブランドのジェルです。ボトルめちゃくちゃ可愛いですよね。 BS063 番ですね。このカラーも絶妙なスキンカラーなんですよ。ちょっと血色が良くなった肌みたいな色で、ほんのり透け感があります。どれも可愛いな。あと用意したのはいつも使ってるジェロジェロのカラージェルです。こちらはあんまり透け感がない感じのピーチカラーです。もうほぼ同じに見えるんですけど、2つともピーチカラーを購入しました。結構ね、匂いもこのジェルたち今出したもの全部似ていて、全然きつくないです。すごいさらっとしたいい匂いとまではいかないけど、そんなに強くない匂いなので、どうしようかな。こちらのネイルバイオのヌーディーベージュをまずはベースに塗っていきます。かなり透け感がありますね。ヌーディーベージュを塗って一度塗りで硬化した状態がこちらです。ほんのちょっとだけ色ムラになっているところもあるので、2コート目を重ねていこうと思います。先ほどよりかはジェルの量は少なめに重ねていきます。ジェルを2度塗りすることができました。この時点でめちゃくちゃ可愛いですね。これで完成でもいいぐらい指が長くなったみたいで嬉しいです。ですが今回はさらにアートをしていきます。今回はこちらのお花のパーツを使っていきます。これは実は去年の春頃に買ったパーツなんですけど、去年は使う機会がなくって1年越しに開封します。試しに開けてみると、こんな感じで開けてみると、こういったストーンだったりとか蝶々、お花、あとメタルパーツもありますね。いろいろと組み合わさって入ってます。このパーツたちを使ってお花畑みたいな感じにしていきたいと思います。この小説のお話をあんまりしてなかったと思うんですけど、この本は4部構成になっていて、1章から4章まであります。第1章が春で、第4章が冬っていう感じで、季節ごとにお話が進んでいくんですけど、第1章の内容はこの表紙の女の子ですねが大学生なんですけど、主人公のとサークルの先輩の結婚祝いの席で一緒に飲むっていう話なんですけど、こっちの男性がこの女性のことが好きでずっと気になってて、話しかけたいんだけどなかなか話しかけられずに二次会は終わっちゃって、この子が帰っちゃうんですよ。で、一人で帰って歩き出したと思ったら、会場近くの飲み屋街をずんずん進んでいって、そこでまたいろんな人たちと出会ってっていう話なんですけど、ちょっといろいろネタバレになっちゃうかもしれないんですが、結構ね、お酒を飲むんですよ、女の子の方が。めちゃくちゃ酒豪で、お酒をたくさん飲みたいって思ったんだけど、その結婚祝いのお祝いの席は先輩が多くって、先輩の前で好き勝手お酒飲むとちょっと失礼なんじゃないかなと思って、じゃあ一次会で私は解散して一人でお酒を飲んでみようっていう感じで街に繰り出すっ
っていう話なんですけど、そこでね、偽電気ブランっていうブランデーなのかな、ウイスキーかなが出てくるんですよ。舞台は京都なんですけど、その京都の街の中で飲み屋で知り合った人たちに偽電気ブランっていうお酒があるんだよっていう話をこの子は聞いて、何それ飲んでみたいってなるんですけど、最終的に偽電気ブランにたどり着くんですよ。飲むことができて、それを口に入れた瞬間、もう花が開いたみたいだったっていうシーンがあって、すごく幸せみたいな、なんて幸せなんだろうみたいなシーンがあるんですけど、そのイメージにこのパーツがぴったりだなと思って引っ張り出してきました。では少しずつパーツを乗せていきたいと思うんですけど、この大きいパーツを乗せて後でトップジェルでつるんと埋めるの多分大変なので、ちょっと計画変更してこの段階でトップジェルでコーティングしておきます。薄めに塗っていきます。トップジェルを塗って硬化することができました。今度こそパーツを乗せていきます。まずこの蝶々からこちらのパーツ専用ジェルを使ってつけていきます。使っているのはレティチアのパーツグルージェルというものです。あとはお花のパーツ、どうしようかな。たくさん乗せたいけど、やっぱり2個ぐらいが限界ですかね。なんかあんまり大きくてもちょっと違うなっていう気がしてきました。小さいお花を乗せよう。この3色を親指に乗せようと思います。乗せて真ん中にブリオンを置きたい。ブリオンピンセットで挟むのめっちゃむずくないですか？これで一旦硬化します。そして他のカラーも乗せていきます。こんな感じで、親指と薬指に大きなパーツを置くことができました。水玉っぽくあと2つ並べようとしたんですけど、結構ぎゅうぎゅうになっちゃうので、中指はこれで終わりにしたいと思います。人差し指と小指はシンプルですが、無地のままで終わりにしたいと思います。右手は未硬化ジェルがほぼなくて、パーツグルージェルは未硬化が出るんですけど、パーツの下に隠れてて、あまり触ってしまう心配はないと思うので、このまま左手のアートに進んでいきます。左手はより表紙のイメージに近いデザインにしていきたいと思うんですが、どちらかというとこのハードカバーの表紙の感じがいいなと思ってて、この星、ちっちゃい星と、あとこの背景の建物、これ実は電車なんですけど、3階建ての電車なんですよ。これのイメージが結構あるのと、カバンのところですね、黒髪の乙女ちゃんの手元にリボンが巻いてあって、このリボンというか赤い糸はこっちにもあって、この薬指から伸びて3階建ての電車があるんですけど、多分くるっと巡ってこの先輩の指のところにもやってきてて繋がってるんですよ。めちゃくちゃ細かいですよね。このイメージで、こちらのワン本っぽいリボン、これを使っていきたいなと思います。右手が大きいお花だったんですが、左手は小さいお花でデコっていこうと思います。もう一種類色違いも買っていて、これはネイルスマイルというショップで買いました。この2つも使います。この月ですよね。夜のお話なので、こっちにも月が出てるんですけど、これも月のパーツを置いていきます。こちらもネイルスマイルさんで買ったちょっと夢カワというかオーロラっぽい月のパーツ、そしてあとは星なんですけど、これは小さいホロで置いていこうかなと思っていて、特にこの薄ピンク、メタリックピンクみたいな色と、こちらのブラックですね、
この2つのフォローを置いていこうと思います。ただ、どの指にどうやってパーツを乗せるかまだ決まっていないので、これから考えていきます。リボンはちょっと大きすぎるので、今回は諦めることにします。あとは両手ともパーツがついている周りのところと、パーツブルージェルがノンワイプタイプではないため、その上をこちらのトップジェルでコーティングして硬化していきます。細かい作業になるので、まずパレットに取って、ライナーブラシで操作していきます。すべての指の表面をコーティングすることができました。それでは最後に爪の裏部分にノンワイプトップを塗って仕上げていこうと思います。はい、こちらで夜は短し歩け乙女をイメージしたネイルが完成しました。結構概念ネイルっていう感じで、あんまりデザインを寄せすぎないっていうのが今回のポイントだったかなと思います。特にこちらの指の星のフォロがお気に入りで、並べて水玉模様にしたやつがすごく可愛くて気に入ってます。こちら側の偽電気ブランを飲んだ時のお花が咲いたみたいなイメージの方もすごく春らしくて可愛く仕上がったかなと思います。またいろんなものからインスピレーションを得たネイルをやっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。